バンクーバーからさらにフェリーでおよそ2時間。いや、でかいっすね。島といってもその面積は九州とほぼ同じ。自然が魅力の島。早速刀鍛冶をしているというデイブさんのもとへ。あ、こんにちは。こんにちは。デイブさんですか。デイブさん38歳。雰囲気あるわ。すごいね、もう本当に職人さんみ鍛冶たいな。職人という感じで、日本の職ね、人ちょっと見せていただいていいですか。本格的な工房ですよ、本当に。こちらがデイブさんが作った刀工房。これは鋼を打つ時に使う金床です。これはカロ。フイゴです。あ、今なんて言いますそれ。フイゴ。フイゴ。フイゴとは空気を送り出して火の加減を調整する道具。すごいな。押しても引いても空気が出る複雑な仕掛けだが、インターネットで仕組みを勉強して自分で作りました。あ、インターネットで。不意語自分で作る。このデザインは6世紀頃生まれて、それ以降変わっていないらしいんです。あ、そうなの。できれば本物を見たかったけど。実はデイブさん、日本の刀鍛冶の修行経験はなく、ほぼ独学。すると大事そうに持ってきてくれたのは、デイブさんが作った日本式の短刀。いいっすね。僕は日本の短刀の美しいフォルムが大好きなんです。短刀を作り始めたのは4年ほど前。過去にキッチンナイフなどを作る仕事もしていたため、刃物作りの基本的な知識はあったが、カナダで日本刀を作るには様々な問題が。これは自家製の炭です。自家製のさ。カナダにはバーベキュー用の硬くて重い炭しかないんです。刃物にムラなく熱を伝えるには、空気が詰まらない軽くて柔らかい炭が必要。炭で変わるんだ。そのため奥さんにも協力してもらい、2日がかりで炭も手作り。さらに刀の材料にもこだわりが。これが刀の素材です。100年以上前に使われていた馬車のアクセルの部分です。現代の鉄には合金など不純物が混じっているものも多く、刀作りに向かないという。そのためデイブさんは古い農具などを探して刀に再生。刀作りを見せてもらうことに。鉄の温度はおよそ800度。ハンマーで叩いて鉄を平たく伸ばすスノベ。これを 3,4 時間繰り返す。うわー、根気がいるな。続いて小槌で形を整える火作り。刀の作り方はどうやって勉強したんですか。インターネットです。そんなのも載ってんの？日本の職人の世界にはこういう言葉があると聞いたんです。教わるのではなく、目で見て覚えろ。ああ、なるほど。だから私は YouTube で一流の匠の技を何度も見て学んだのです。誰がどのにって載せて。よく独学でもできるようになったよね。それがすごいな。そしてここからが最も重要な工程。これから焼き入れをします。失敗すると刃が割れたり曲がったりして全てが台無しになってしまうんです。加熱した鋼をすぐに水で冷却することで強度を高めると、デイブさんが用意したのは粘土や木炭の粉を混ぜた土。これを刃の部分にはごく薄く、それ以外の部分には厚く塗る。
すると焼きを入れた時に薄く塗った部分だけが強くなる。全体を強くすると折れやすくなってしまうんです。強さと柔軟性を兼ね備えているのが日本の刀の素晴らしいところです。そしていよいよ焼き入れ。水に入れるタイミングを誤れば刃は割れてしまう。緊張の一瞬。果たして焼き入れは成功したようだが、デイブさんの評価は？悪くないと思います。ただ個人的な好みとしては少し反りすぎかもしれません。追求するものは深い。そして日本から取り寄せた砥石を使い仕上げの磨き作業。わあ、刀だわ。日本では専門の研磨職人が行うのが普通だが、デイブさんは全ての工程を一人で行う。独学とは思えぬ見事な仕上がりだが、まだまだ勉強中です。そんなデイブさんの目標とは？いつか美術館に展示されるような作品を作るのが夢です。